ガラしていこうぜ。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、T村上です。はい、今日の動画は以前のクロノインクスを語りたいから続きまして第2弾のマニアックシリーズです。今回はスパイクピンマニアック講座をやっていきたいと思います。過去の動画でスパイクの紹介は結構してきましたが、スパイクピンについては詳しい紹介はまだしておりません。ピンもスパイクの一部ですのでタイム短縮にねつながるかもしれません。競技者は必見の動画となっております。ちなみにこの動画ではピンの種類や素材からピン配置に関する話をさせていただいた上で、最後にホワイティのおすすめカスタマイズをご紹介させていただきたいと思います。それでは早速いってみましょう。レッツスターティン。それではまずピンの種類について説明します。紹介するピンは全てオールウェザー専用のピンです。日本で販売されているピンは主にアシックスからこちらグリップタイプ、パワータイプ、軽量タイプの3種類。ミズノはこちら、はい、2段平行ピングリップタイプの2種類です。国内では単品での販売はしていませんが、スパイク購入時に付属品としてついているナイキとアディダスのニードルピンもございます。そしてピンにはそれぞれ特徴があります。アシックスミズノのグリップタイプのピンは刺さりやすく抜けやすい特徴で安定性に優れるピンです。初めてスパイクを履く方は購入時にこのグリップピンが搭載されていますので、そのまま使うことをお勧めします。はい、続いて2段平行ピン、いわゆるフィールドスパイクに標準装備されているパワータイプピンと呼ばれるスパイクピンです。こちらは深く刺さらず抜けやすいのが特徴で、中級者、上級者の方、そしてピッチ走法の選手におすすめです。そして最近増えているニードルピンについて、特徴はパワータイプに近いですが、さらに深く刺さらず抜けやすい設計になっています。個人的に刺さるというよりも支えている感覚に近いです。そのため長距離などの力をね抑えたい種目やピッチタイプの選手は設置時間をね短くできるため、おすすめになっています。続きましてもう一つ、皆さんピンの素材についてこだわったことはありますか？突き詰めるといろんな素材のものが存在いたします。例えば一般的な国内のピンはほとんどが鉄でできていますが、アシックスからはマニアックになりますがチタンピンという超軽量ピンも実は販売されております。僕の記憶だと2007年あたりのモデルのサイバーレイ WV っていうのに標準装備されておりました。そしてナイキ、アディダスのニードルピンはアルミでできておりかなり軽いのですが、素材自体が柔らかいため削るのが早いのがデメリットです。じゃあ続いてさらにね細かく見ていきましょう。重量について説明したいと思います。ナイキ、アディダスのニードルピンはこれ1本あたり約 1g です。アシックスミズノのグリップタイプピンは1本あたり約 1.5g。 ここで面白いのがこちらのインクススプリント 26.5cm で 160g です。これピンはね標準装備 8mm なんですよ。でこちらのピンを 7mm に変えるとなんと 1g 軽量化できました。つまり 1mm 短くすれば 1g の軽量化につながります。5mm ピンだと 3g、 両足で 6g、 かなりね軽量化できると思いますね。ぜひねピンの長さ変えて試してみてください。ピンの素材や長さでもね重量変わってきますので、お好みでねカスタマイズしてみても面白いかと思います。続いては今回はマニアック編なので普段はお話ししないピンの配置について、話したいと思います。まずはアシックスからソニックスプリントエリート2とジェットスプリント2です。
アシックスのピンの配置の特徴はこちら。ピンレスの技術の発達によってね、その DNA を引き継いでいるものが最近多く出ています。最低限のねピン配置になっています。これは設置時間を削り、より速く走るために配置されております。はい、続いてミズノ。こちらミズノのピン配置見ていきましょう。2列3列でピンが並び、力が強く加わるポイントにピンを配置しています。そしてこちら取り替え式と固定ピンのミックスの場合は、より使うポイントに取り替え式、比較的使わないポイントに固定ピンを配置しています。ちなみにクロノシリーズはね、全て固定ピン、時間短縮するためですね。ジオシリーズは取り替え式となっております。そしてアディダスナイキもこうやって2列3列のピン配置となっており、ミズノにね少し似ているものもあります。国外のメーカーもトップアスリートの選手からヒアリングしてね、設計に生かされているものがたくさん出ております。はい、でここでちょっと余談なんですけども、ホワイティの好きなピン配置ちょっとねご紹介したいと思います。僕はやはりクロノインクスとジオマッハをねかなり履いていたので、2列のピン配置がかなり好みです。これなぜかっていうと、蹴った時に3列あるとね、ここにあると屈曲した時になかなか曲がらないんですよね。足裏の感覚を非常に大事にしてるので、この2列のピン配置は特に好みです。ですので今出てるスパイク、こういうソニックスプリントエリート2だったり、ここがね入ってないため、かなりね走りやすく、なっているかと思います。そして続いてね、短距離種目におすすめピンのカスタマイズご紹介していきたいと思います。まずは軽量にこだわりたい選手、おすすめはアシックスのチタンピン、軽量ピン、もしくは 5mm ピンで、続いてグリップ安定性にこだわりたい、ロングスプリント選手はアシックスのグリップピン 7mm もしくは 8mm、 ちょっと長めに設定します。でオールマイティ、もう幅広く使いたいよっていう選手はミズノのグリップピンがおすすめです。あれはかなり万能に出来上がってます。はい。で続いてピッチ走法の選手はニードルピンもしくは2段平行ピンですねがおすすめになっております。はい。そして天候、例えばグラウンドコンディションによってピンを変えたり、競技場によってピンを変えたりするのもタイムを縮めるね一つのポイントだと思います。例えば雨の日、ピンをね 1mm 長くすると安定性が高まります。やはり水がね溜まっている分刺さりにくくなってしまうので 1mm 長くすると安定します。で続いて高速トラック、日本ではね今高速トラックめちゃくちゃ増えてます。ノンチップタイプ、画像でからこちらタータンの上にチップを引いてない高速タータン、こちらはピンが刺さりやすいので長くしすぎるとピッチが遅れます。ですので 5mm か 7mm がおすすめになってきます。チップタイプ、昔の競技場に多いんですけど、こちらはチップがある分ピンが刺さりづらいため、高速トラックより少し長めに設定して走った方がいいです。あとはね体調とか体の状態、例えば怪我明けとか冬季練習後、シーズン入る前とかはピンを長くして安定させたりするのもありだと思います。まだねスパイクの感覚とかが慣れてきてない時期、しっかりピンを刺して安定させるといいと思います。ホワイティも現役の時は練習と本番でピンの長さは変えています。僕は本番はクロノインクス、今オーダーで使えるクロノインクスなんで 6mm のピンを使って、練習ではジオマッハ 7mm に切り替えていました。より練習の方で安定させて、本番では抜けを速くする、感覚が 1mm で変わると結構変わるので、できるだけ短いピンでねトレーニングしたり本番でも挑んでいました。はい。では最後にちょっと実際ね店頭でやってる体験談をお話ししたいと思います。これねソニックスプリントエリート2なんですよ。4本しかないんですよこのスパイク。ですので僕4本でスパイク、単強のスパイクピンでいけるんじゃないかと思いまして、プライム SP だったりソニックスプリントエリート2、これで4本のピンを配置して一回履いてみました。そしたらね意外といけるんですよ4本。これを例えばここに設置したり、ここに設置したりすると意外と履けます。配置替えしたり、いらないところを抜いたりして軽量化したりして、いろいろね試してみてください。は
、最後までご視聴ありがとうございました。今回ピンについて細かくねお話しさせていただきました。ピン一つ一つの長さだったりね、素材を変えるだけで軽量化につながったり、走り方、抜け感どんどん変わってきますので、まだいろいろチャレンジする時期ですので、いろいろね競技場で試してみてはいかがでしょうか。これからまだいろんなスパイク出ますので、ぜひねステップチューブ参考にしていただければと思います。はい、ではね引き続き高評価、低評価、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまたの機会にお会いしましょう。それではさようなら、また見たいよー。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ステップスポーツカナダ店のマキです。はい、ありがとうございます。皆さんニュースで北陸地方とんでもなく雪が降っていることをご存知だと思うんですけども、そんな中、凍った路面でどのシューズが一番滑りにくいのか、また滑りやすいのか、実際に身をもって体験してみました。で、一番滑りにくかったのは、アディダスさんですね。アディダスさんでも特にこのコンチネンタルラバー、このラバーを使っているものは、氷の上でも比較的キュッて止まってくれました。もちろんこれ自分の感覚なので、滑るやんっていう人もおると思うんですけども、自分の中ではこれが一番しっかりグリップしてくれました。で、逆に一番滑ったのは、ナイキさんのズームフライですね。この裏の素材というよりも、ズームフライの場合、ここが湾曲して、点で揃えるような形になっているので、それがなおさら滑ってしまったんじゃないかと思います。まさにスケートリンク、目指せトリプルアクセル。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。